教科、私たちの運命は一体何に左右されているのでしょうか。お墓の場所が子孫の運命を左右する。その運命を断ち切るためには墓を掘り返すことも必要。韓国ではそんなテーマのホラー映画が記録的な大ヒットを飛ばしているといいます。墓と風水、日本では馴染みの薄いように見えるこの感覚。しかしそれは東アジアに独特の伝統なのだそうです。そこで今回はそんな東アジア人の祖先観、風水、その始まりが氷河期の終わりの海面上昇、地形の大変動にあったのではないか、そんな可能性について考えてみました。氷河期の終わり、地球規模の海面上昇がありました。その頃沈んだ陸地には東南アジアのスンダランドがありましたが、東アジアにも巨大な失われた大地がありました。それが中国大陸の沿岸部。当時、朝鮮半島はまだ半島ではなく広大な平野の一部でした。その面積は日本列島のおよそ3倍。しかも山がなくてほとんどが平野でした。これはちょっと狭くなったぐらいの話ではありません。想像してみてください。今まで経験したこともない大雨が突然降り続くようになり、川沿いや湖、沿岸線が少しずつ海に変わっていく。逃げてもまた水が追ってくる。安全だと思っていたところがまた一つ水没していく。人々は考え始めます。土地には良い場所と悪い場所がある。祖先の代にはこんな水害はなかったのに、この水害はいつまで続くんだろうか。次はどこへ移動すればいいのか考え抜きました。そんな時、先代の残した成功や失敗の記憶が道しるべ。行く先々で次々と水没を経験するような時は、水没した土地に残してきた祖先の墓のことを思い出していたかもしれません。親から子へ、子から孫へ、幾世代にもわたる果てしもない自然との戦いは数千年もの間続き、やがて海岸線が落ち着き、人々が定住を取り戻した時、それは稲作の始まり、そして王朝へとつながる農耕の始まりでした。その間の記録はありません。でも文字も記録もない長い時代が明けて、ついに記録に残る時代が現れた時、ここから私たちは初めて当時の人々の思考の断片を知ることができます。それは亀の甲羅や牛の肩甲骨に刻まれた占いのための文字でした。興味深いのはその内容です。それは常に吉か凶かというような二者一択で問いかけるものです。それは未来を予測する占いではなく、あらかじめ決めた行動が正しいかどうかを問う、いわば決断の確認でした。なぜそんな形だったのか不思議な感じがしますよね。でもそれは不確実な世界で生きられるか生きられないかといった決断を何度も強いられた経験の積み重ねから生まれた思考パターンだったのではないか。そう考えると辻褄が合うんです。吉か凶かの他にも、甲骨文には晴れか雨か昼か夜かといった対になる言葉、文字が繰り返し使用されています。この古い占いの記憶は後の時代に学問として体系化されていきます。戦国時代には陰と陽、そして五行という循環の理論へ。さらにそれは土地の吉と凶を読み解く風水へとつながっていきます。そしてもう一つ見逃せないのが祖先への信仰です。文明発祥の地、黄河流域に元からあった神話では、王朝は三皇五帝という伝説上の王たちの系譜から始まりますが、この王朝で最も強い権威を持っていたのは神ではなく王族の祖先でした。祖先というのは
どうすれば生き残れるかを教えてくれる同じ苦難をくぐり抜けた経験者。遠い天上の神よりもこういう身近な存在が信仰の対象だった。これもまた水害の経験の名残なのかもしれません。そんな占い中心の王朝を滅ぼした新しい王朝は、占いに頼るのではなく社会を仕組みとして整えていくという方向転換を図りました。これが疫星革命。祖先とのつながりで正当化されていた王は、この時代から天が王を選ぶ。徳がある者が支配し、徳を失えば王でも滅ぼされて当然という仕組みに変わっていきます。興味深いのが、その戦乱の中で逃げ延びた王族の生き残りが東へ渡って築いた国が朝鮮最古の王朝につながるという伝説が残っていることです。もしもこれが事実だとすれば、古い時代の思想や価値観がこの土地に保存されたと考えることもできます。例えば映画パミョの祈祷の場面、犠牲となる豚が木の台の上に並べられていました。これは単なる演出かもしれませんが、実は殷王朝の時代にも動物を木にかけて捧げる儀礼が存在していたということが知られています。もちろん直接のつながりを示す証拠があるわけではありません。しかしごく近い場所によく似た儀礼が残っているという事実、それは何かが受け継がれている可能性を感じさせます。そしてその影響は現代にも受け継がれているのかもしれません。例えば韓国では引っ越しや墓の場所を決める前に風水師に相談することが今でも一般的だと言います。では日本ではどうでしょうか。同じように強く意識されているかというと、むしろ少数派に感じられます。この違いを考えると、それは環境の影響なのではないか、ますますそう思うんです。氷河期の終わりの気候変動、大陸では大災害をもたらしましたが、日本列島側では別の影響をもたらしました。日本列島ではもともと山が多く、水没した土地はそれほど多くありませんでした。さらに地殻変動の影響もあって、上昇の幅も緩やかで比較的早く安定していきました。むしろ魚を取るのにはちょうどいい場所が増えて、大量の雨で広がった緑の森は安定した食料供給源になりました。つまり大陸側には大災害をもたらした同じ気候変動が、日本には狩猟採集だけで安定して暮らしていける環境を与えてくれたのです。人が増えて大きな集落が生まれる。そして装飾豊かな縄文土器や多様な形の土偶が作られていきます。その一方、朝鮮半島では同じ頃すでに狩猟採集だけでは生きていくことが難しくなっていました。限られた土地を最大限に生かすため、長江流域から稲作が伝わります。日本の縄文文化に対するのは、朝鮮半島では櫛目文土器文化と言います。それは櫛の目のようなシンプルで最小限の装飾、実用性を重視した土器でした。環境の影響は土器の装飾にも現れています。そして社会の階層化がさらに進むと、土器から櫛目の模様も消され、無紋の土器が作られる時代がやってきます。基地か強化で言うなら、日本が基地、朝鮮半島は強だった。そんな単純な話でもありません。ここまでは置かれていた環境の違いを土器の模様に見てきましたが、縄文時代もまた終盤に向かって次第に装飾が消えて実用的な土器が作られるようになります。弥生土器、それはまさに朝鮮半島の無紋土器の影響を受けたものだとされています。つまり数千年の間、別々の道を歩んだ後、再びつながることになるのです。そのきっかけもまた気候変動でした。
そして大陸の思想も伝えられます。陰陽思想と風水に基づいた都市計画が日本でも取り入れられた。それがよくわかるのが飛鳥時代や奈良時代の都づくりだったといいます。祖先の墓が子孫に影響する、そうした考え方について大陸と日本に温度差が存在するのもその数千年の記憶の差ではないのでしょうか。それは単なる迷信ではなく、そう考えざるを得なかった歴史の中で生まれた感覚なのだと理解することもできるはずです。そしてここまでお話ししてきた日本と大陸が別々の道を歩んだこの空白の数千年のイメージがあれば、様々な考え方の違いに対してもより自信を持って距離を取ることができるのではないのでしょうか。遠い昔に沈んだ陸地、そこに生きていた人々のことを想像することは、今自分がどこに立っているのかを見つめ直すことでもあります。今回は東アジアに特有の文化、お墓と風水の起源について深掘りしてみました。この動画ではスンダランド時代に関係する人の移動やつながり、文化をテーマとしています。まだこれまであまり語られていない空白の世界に興味のある方、ぜひ一緒に古代の謎を解いていきましょう。縄文時代の終わり、中国の古代王朝の始まりについては過去の動画で取り上げていますので、ぜひこちらもご参照いただけると、今回のお話もより深く立体的に感じていただけるのではないかと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。